企画としてお届けしているデアゴスティーニのダイキャストモデル付きマガジンシリーズ第二次世界大戦日本の傑作機コレクションの第3号を紹介するのだ。第3号は日本海軍の局地戦闘機試練海でしたね。発売日は10月28日だったはず。そうなのだ。前回の新練が10月14日発売だったから今回もきっちり各種ペースで進行している感じなのだ。今回も海軍の局地戦闘機ですね。しかも試練海。海軍機では冷戦に次ぐ人気の機体かな。プラモデルでもたくさん発売されているのだ。当チャンネルでも長谷川の72分の1、青島の72分の1、バンダイの24分の1、そして長谷川9番の48分の1をレビューしていますね。さらに今回のマーキングは艦の帯域なのだ。黄色のダブルストライプ、日の丸の中に記番号1号。これは当チャンネルでもバンダイの24分の1で再現したのだ。艦の隊位を扱った作品も増えてますし、異世界転生ものにまで登場してますからね。それだけ人気のある人物なのだ。それで今回のマガジンの内容はどうなんです？こちらが目次なのだ。冷戦や神殿と同じく機体の初言、開発ストーリー、激闘録、マーキング例、関連人物、そしてライバル機紹介と続く構成になっているのだ。今回の激闘録はやっぱりあれですか？そうそう、第343海軍航空隊を大きく取り上げているのだ。試練海といえばやっぱり第343海軍航空隊ですよね。集中運用された精鋭部隊として有名です。試練海ってどんな戦闘機なんですか？当チャンネルでも何度も登場しているけど、もともとは水上戦闘機、強風が起源の戦闘機なのだ。そうでしたね。強風を陸上機に改修したのが試練でした。その急増の試練はトラブルが多く、そこから改良を重ねたのが試練海なのだ。強風から試練、さらに試練海への改修ポイントや改良部分もマガジン内で詳しく説明されているんですね。開発ストーリーの項でしっかり確認できるのだ。試練海の性能ってどんな感じなんです？最高速度は時速594キロ、航続距離は1715キロから2392キロ、資料によっては611キロという数字もあるのだ。特徴的なのは自動空戦フラップですよね。そうそう、試練の時点でも搭載されていたけど作動不良が多かったのだ。試練海では改良されて信頼性が向上しているのだ。なるほど、そのあたりの初言や改修点もしっかり図解で解説されているんですね。そうなのだ。そして今回の激闘録は第343海軍航空隊を詳しく追っているのだ。日本海軍のエースパイロットたちが集められた部隊ですね。激闘録では彼らが試練海で繰り広げた戦闘の記録や作戦概要が確認できるのだ。ライバル機の比較もありましたね。同世代の戦闘機と性能比較していて、最高速度、航続距離、エンジン出力、翼面荷重などのスペックを並べて紹介しているのだ。日本機は速度では負けがちですが、航続距離や格闘性能に優れていた点が際立ちますね。さらに日本機の空冷エンジンに焦点を当てた特集ページもあるのだ。ダイキャストモデルを眺めながら読むと理解が深まりますね。では第3号の中身を見ていくのだ。いよいよダイキャストモデルのレビューですね。今回もほとんど完成品の状態でパッケージされているのだ。では早速パーツを一つずつ確認していきましょう。まずは胴体と主翼、いつも通りほぼ完成状態でしの字の形なのだ。キャノピー越しに操縦席内部も見えますね。機種の機銃やピトー管などの小パーツも付属していて、機銃は柔らかい素材で折れにくくなっているのだ。プラモデルだと折りやすい箇所ですからね。次はプロペラ、スピナーと一体で塗装も綺麗なのだ。プロペラ先端の警戒塗装も再現されている。再現度が高いですね。脚部は左右四脚からタイヤ、足、カバーが一体成形で細かく塗り分けられているのだ。ただ主脚部分の塗装がやや中途半端でしたね。そうなのだ。今回は黒の塗り分けが甘く、明快白色のままになっているのだ。でも内側なのであまり目立たないですね。そうそう。さらに飛行状態を再現するカバーパーツも付属しているのだ。尾輪もタイヤと足が一体成形で塗装は丁寧ですね。アンテナや造装も付属していて飾り映えのする内容なのだ。中期状態での完成はこんな感じですね。風を当てればプロペラもちゃんと回ります。専用スタンドを使えば飛行状態でもディスプレイ可能なのだ。今回はデアゴスティーニの第二次世界大戦日本の傑作機コレクション第3号日本海軍局地戦闘機試練海を紹介したのだ。実際に組み立ててみてどうでした？
今回も組み立ては非常に簡単ですぐに飾れる状態になるのだ。今回の良かった部分は？まず塗装、仮面と上面の塗り分けラインも綺麗で、缶の木の特徴である黄色のダブルストライプも完璧なのだ。筋彫りもしっかり入っていてディテールも良好ですね。キャノピーの透明度も高く、内部の座席や操縦桿も確認できるのだ。逆に気になった点は？キャノピーがやや大きく見えるのだ。以前紹介した長谷川の72分の1と同じ印象だったね。仮面色も少し気になりましたね。明快白色でしたが、最近はシルバーで塗る例も多いですし。そうなのだ。交渉によって分かれる部分だけどね。とはいえ完成後の姿はとてもかっこいいですね。戦争末期でも米戦闘機に対抗できた数少ない国産戦闘機なのだ。マガジンの内容と合わせて読むとさらに楽しめる一冊ですね。まさにその通りなのだ。第4号も局地戦闘機雷電ですね。稲妻のマーキングで有名な青木中域なのだ。発売は11月4日予定なのだ。そして第6号以降のスケジュールも更新されているとか？そうなのだ。第6号は陸軍の4式戦闘機はやて、第7号は海軍の艦上攻撃機優勢、第8号は陸軍3式戦闘機飛燕、第9号は零式艦上戦闘機52型、第10号はその後継機別空、そして第11号は99式艦上爆撃機11型。ラインナップが豪華ですね。さらに第8号の発売日には別冊世界の傑作機シリーズとしてドイツ機 BF109G グスタフも登場するのだ。別冊は4号機に発売されるわけね。というわけで最後までご覧いただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をぜひお願いしますなのだ。次回も日本の傑作機コレクション第5号まで順番にレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。